こんにちは。今日はね、輸送機前編やっていきたいと思います。ベースとなる飛行機は以前から使ってるこいつ。空母に積むときに艦載機仕様として低速で短距離飛行ができるようにチューニングしてたので、こいつを輸送機仕様として荷物を乗せて中距離移動ができるようにしたいということで行ってみましょう。まずこれなんでプロペラ外してるのかというと、以前紹介した勝手に壊れる現象の対策ですね。ここに置いた少し後に壊れちゃって、幸い壊れたことに気づいたので、その時ロードして可動部品から外して固定しときました。こうしとけば大丈夫なんでね。よし。で、改造する前にとりあえず今どんな飛び方をするのか確認しときましょう。なかなか飛ばないですねこれは少し前のバージョンアップでモーターの出力が変更されてって、その後裏でこそこそ調整はしてたんだけど、それが完了してなくって中途半端な状態だったので、むしろ解約されてると言っていいですねまあここに持ってくるために最後に動かした時も変な動きをしてたし、あれから変更してないのでここまでは想定内です。パッと見ダメそうな雰囲気はあるんだけど、動かしてみた感じいくつかの問題点さえ解決すれば大丈夫そうなのが分かったので、それらを解決していきます。目立つところとしては、右に傾くってのと上に傾くっていう問題があって、それが本題になるんだけど、ただそれよりも先に直したいところがあったので、まずはそこからやっていきます。それはプロペラ。この飛行機を最初に作った時は手作業で微妙な角度を作ってたんだけど、その後正確な角度で部品を量産できる装置が発明されたので、今回はそれを使ってジョイント部分を作り直します。装置の解説は以前も紹介した黒崎ワークスさんのところなんだけど、またリンクを貼っときますね。よし、これで試してみると、これだけでかなり良くなりましたね。風向きとかの運要素もあるんだけど、理屈で考えられるのは、モーターの出力が弱いうちは手作業の微妙なズレが目立たなかったのか、アップデートでモーターの出力が強くなった影響で大幅なズレとして顕著になったってところかな。もともとちょっとズレを直しただけで飛んだこともあったし、それを考えるとプロペラの角度を正確にしたことで一気に安定したってのも納得いけますね。とにかくこれは予想以上の効果がありました。ついでに以前やり損ねた実験を一つ。プロペラを縦方向につけてみるパターン。エール氏の研究で縦方向につけるとスピードが上がるっていう研究データが出てたんだけど、果たして確かにスピードが上がってるし、さっき挙げた問題点のうち右の傾きが抑えられてるような気がしますね。半径が小さくなった分
横向きの揚力が減ったんじゃないかな。その代わりに同じくさっき上がった問題点のうち上の傾きが増えた手応えがあるので、これは前に進む力が強くなった影響で揚力が上がったって考えると理屈としては納得いきますね。で、縦プロペラだとスピードが上がった分トルクが落ちてるはずなので、今回みたいに荷物を積みたい場合はデメリットになる可能性があるんだけど、体感では特に問題なさそうですね。それよりもね、これね、直径が減った分コックピットからの視界がかなり良くなったので正直そのメリットが大きいですね。なので今回はこれで進めてみようと思います。よし、ここまでの流れで今一番目立つ問題は上の傾き。これは機体の前方の揚力より後方の揚力が弱いから後ろが下がってるってのが一番の原因じゃないかな。なので後ろの方の揚力を強くしてみましょうか。後ろの方はいっぺん破損した時に間に合わせで修理してたので作り直しのつもりでちょうどいいですね。この機体は船に積む想定でコンパクトに作ってたんだけど、今回はいっぺんそれを置いといて大きい草で作り直します。以前は薄切り装置っていう専用の装置で切ってたんだけど、アップデートで薄く切るのが簡単になったのでかなりやりやすくなりましたね。よし、元の羽の3倍近くありそうな草でとりあえず片側20枚。これだとある程度良くなってるような手応えはあるんだけどまだ傾きますね。ただ体感できるくらいの効果はあるのでもう少し増やせば良くなるかな。ちなみにたまにスイッチをオフにしてるのはちゃんと姿勢制御しないとひっくり返りそうなのでそれで手動で制御してます。よし、同じ要領で片側40枚まで増やしてみました。まだ上に傾くんだけどさっきよりさらに安定感は増してますね。相変わらず手動制御もしてるんだけど操作する頻度も下がってるので効果はあると判断していいでしょう。上に傾く現象はある程度良くなってきたのでここからは右に傾く現象と合わせて対策していきます。まず右に傾く主原因としては反作用が大きく働いている可能性が高いですね。どういうことかというとこれが飛行機としてプロペラがこっちに回転するときに機体は反時計回りに回るのでそれで右に傾いてるっていう感じです。この機体はそれを考えた上で体重がかかる重心を機体の左側に寄せてるんだけどもともと体重だけでは抑えきれてなかったのとモーターの出力が強くなったことで反作用も大きくなってるんじゃないかな。これは重心を左に寄せる手段と右側の揚力を上げる手段があるんだけどまずは右側の羽を増やして右側の揚力を上げてみましょうか。すると大きな問題がないレベルまで改善しましたね。
重心を左に寄せる手段に関しては、これ最初作った時は太陽光パネルを左側に積むことでバランスをとってたってのもあるので、今回も左側に荷物を積めば大丈夫じゃないかな。よし、じゃああとはやっぱり上に傾く問題といってもある程度緩和してるので、もう一息ですね。この調子で後ろの揚力を上げていけば解決する可能性もあるんだけど、対策として取れる手段が他にもあるので、体重がかかる位置をずらすことで対策してみます。足場にあった電池を外してコクピットの位置を前に移動させれば、その分重心が前に移動しますね。それと同時に外した電池を前の方にくっつけて重量バランスを前に持っていきます。これで試してみると、かなり安定しましたね。かなりいい感じに飛べてって、あとは微調整で仕上げれば大丈夫そうなんだけど、動画の尺的にちょっと長くなってきてるので今回はこの辺にしときましょうか。ということで輸送機やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。って言ってもね、今回は実際に輸送をする以前に機体の調整ってな内容になっちゃったんだけどこの辺は機体によって細かい事情は変わってくるとは思うんだけど、理屈はある程度応用は効くと思うので、飛行機を作ってみたけどなかなか飛ばないってな状況の方はよかったら参考にしてみてください。ちなみに一から作ってみたい方には電動飛行機の回がおすすめです。で、今回輸送機って言っときながら何を運びたいのかで説明をしてなかったんだけど、ちょっと順を追って説明すると、この島は初めて上陸したのがあの辺で、あの辺が最近作業場所にしてた第3本拠地で、前回あの向こう側の端っこまで行ってこの島にあった資材を一通りゲットしましたが、あのね、硝石が全然落ちてないんだけどちょっと前に火薬を作るために硝石をいっぱい使いすぎてって、実験する分には問題がないくらいの量は残ってるんだけど、実戦で使うには心もとないかな。で、あっち側の島に砂漠が見えてはいるので、砂漠に行けば硝石が落ちてるかもしれないんだけど、わざわざ敵がいる未踏の島に行かなくても第2本拠地まで行けば安全に拾える。どういうことかというと、以前グリーンスライムを養殖した時の硝石がいっぱい置いてあるんだよね。なのでここから運びたいというよりかは、あっちから硝石を持ち帰りたいということで、次回は輸送機後編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバイ。